こんにちは、村雲です。今回の動画では先日、トヨタ自動車より発売が開始された、ランドクルーザー250の内外装紹介、及びグレード選びの注意点、限定モデルであるファーストエディションの特別装備など紹介いたします。それではご覧ください。ランドクルーザー250には、エントリーグレードの GX、ベースグレードの VX、上級グレードの ZX が設定されています。この VX 及び ZX をベースに計8000台の限定モデルである、ファーストエディションが設定されており、車両本体価格はそれぞれご覧の通りとなっています。520万円からとなっており、現行プラドから乗り換えを検討されていた方には値上がり幅に驚かれている方も多いかと思います。ちなみに GX グレードのみ5人乗りである点は注意です。パワートレーンには大トルクを発生する直列 2.8 リッターディーゼルエンジンと8速 AT を組み合わせた仕様と、直列4気筒 2.7 リッターガソリンエンジンと6速 AT を組み合わせた仕様が設定されており、駆動方式としてはランドクルーザーのオフロード性能を担保するため、どちらの仕様でも 4WD となっております。ここで注意点として、ガソリン仕様が設定されているのは VX グレードのみとなっており、ZX、GX グレードでは選択不可となっています。これはファーストエディションに対しても同様となっています。正直なところ、スペックに関してはディーゼルエンジンの方が優れているため、ガソリンとディーゼルエンジンの価格差である85万円をどう捉えるかによってパワートレーンを選択することになるかと思います。また、海外仕様では直列4気筒 2.4 リッターガソリンターボエンジンや、その仕様にモーターを組み合わせたランクルシリーズ初の電動化仕様も設定されていたりと、より魅力的なパワートレーンとなっている点が少し残念ですね。もしかしたら年次改良のタイミングなどで追加されるかもしれませんので、そちらをあえて待つのもありかもしれません。外観紹介を行っていきます。こちらの車両はモビリティショーなどに展示されていたプロトタイプモデルとなっています。外販色としてランドクルーザー250には2トン含めて6色のバリエーションが設定されていますが、こちらの展示車は3度、ライトグレーの2トン仕様となっています。ちなみにグレードによって選択できる外販色が異なり、ZX はご覧の組み合わせ、VX はご覧の組み合わせ、GX はご覧の組み合わせのみ選択可能となっているため注意です。この組み合わせはファーストエディションでは若干異なり、ZX ファーストエディションではこちらの3色の組み合わせ、VX ファーストエディションではこちらの3色の組み合わせとなり、VX 購入検討の方で3度のボディカラーを選択したい場合、ファーストエディションを狙う必要があるため要チェックです。フロントフェイスはこのようになっており、今回の250のデザインの特徴として非常に水平基調のデザインの要素が散りばめられており、角張ったデザインの組み合わせによって武骨さが強調されていることでオフロードの似合うランクルらしいデザインとなっているとともに、きつい傾斜の坂道にも対応できるようバンパー下部が斜めに切り取られていたりと機能性にものっとったデザインとなっており、非常にかっこいいデザインと言えます。こちらの車両は今回の250のコンセプトでもある原点回帰にのっとり、歴代モデルを彷彿とさせる丸めのデイライトが装着された車両となっていますが、こちらはオプションとなっており、VX のみオプション装着可能となっています。そのため、ZX、GX では装着不可となっているため注意であり、オプション装備しなかった場合はこちらの四角のライトユニットとなります。こちらも先代プラドのデザインからの正常進化と言えるデザインであり、甲をつつけがたいかっこいいデザインであると言えます。ただ、こちらの四角のライトユニットも ZX の仕様では対向車などを検知し、防減するアダプティブハイビーム機能が装備されていますが、それ以外のグレードではその装備がなく、見た目も異なるため、注意です。ファーストエディションでは ZX グレードでも丸めライトが選択可能となっており、丸めライト及び ZX グレード装備が欲しい方はそちらを狙うしかないため、要チェックです。ただ、このように魅力的な装備の組み合わせが限定販売な点が少し残念ですね。その他、グレードの違いによる装備の違いとしては、
グリル周り、バンパー周りの色合いが異なるのみとなっており、どのグレードでもほぼ見た目が変わらない点もポイントです。ちなみに VX ファーストエディションでは ZX グレードと同様の配色パターンとなるため、見た目で ZX と VX を見分けることはかなり難しいかと思います。サイドのデザインはこのようになっています。250のボディサイズは全長 4925mm、全幅 1980mm、全高 1935mm、ホイールベースが 2850mm となっています。先代のプラドと比べると全長プラス 100mm、全幅プラス 95mm、全高プラス 85mm と一回り大きくなっており、最小回転半径も6メートルとかなり大きいため、取り回しには苦労するところかと思いますが、後ほど紹介する安全装備が先代よりもかなり進化しています。サイドのデザインにもフロント同様水平基調の要素が入っており、ライトユニットからつながる水平なラインがボディ後端まで一直線に伸びていることで角張ったデザインを強調しており、分厚い C ピラーの造形や四角のドアミラー、そこから盛り上がりタイヤの踏ん張り感を強調するフェンダーなど、すべてのデザイン要素がこの車両の力強さを強調しています。非常にかっこいいですね。グレードごとの装備の違いとしてはピラーのガーニッシュが ZX、VX がピアノブラック、GX がブラックとなっています。また、ZX のみドアハンドルがブラック塗装となります。ホイールデザインはこのようになっており、グレードごとに異なるデザイン、タイヤサイズのものが用意されており、見た目と乗り味に影響する部分ですので要チェックとなっています。また、ファーストエディションにも専用デザインのホイールが用意されています。リアのデザインはこのようになっており、こちらも水平基調を生かした非常にシンプルな造形となっており、余計な装飾を設けないがゆえの堅牢性を感じるデザインとなっています。テールライトの造形も先代からのつながりを感じる意匠を持った四角のものとなっており、水平かつ短くカットされた。リアバンパーがフロント同様、オフロードでの使用を想定された機能性を持ったデザインとなっている点が特徴です。グレードごとの装備の違いとしてはリアスポイラーが ZX ではブラック、VX ではボディ同色、GX には装備されない点と、リアバンパーガードの配色が ZX、VX がシルバー、GX がブラックとなっている点が異なります。VX ファーストエディションではリアスポイラーのカラーが ZX 同様ブラックとなっています。内装紹介、まずはトランク容量になります。トランク容量はご覧の通りとなっており、フラットな過失で非常に使い勝手が良さそうであり、4WD 車両でありますが、車幅が大きな車両であることでリアタイヤの張り出し量もそこまで大きくなく、使い勝手が良さそうなトランクとなっています。多彩なシートアレンジが可能となっており、3列目シートの格納や2列目シートも4対6の分割可動が可能なため、様々な用途に活用可能となっています。トランク周りのグレードごとの装備の違いとしては3列目シートが ZX の場合、電動でリクライニング可能であるのに対し、VX の場合が手動となります。また、ご覧のようにリアガラス周辺が開閉することで荷物を取り出すことが可能となるバックドアガラスハッチの機能が ZX、VX に標準装備、GX に装着不可となっています。全長が長い車なので狭い駐車スペースで荷物を取り出す際に重宝しそうですね。続いて運転席周りになります。この展示車両の内装色はブラウンのダークチェスナットとなっており、ZX グレードはこの内装色一択となっています。それに対し、VX、GX グレードではブラック一択となっているため注意です。前席ドア内張りはこのようになっており、上半分の大部分がソフトパッドで覆われており、肘が触れた場合の食感も良さそうでした。アームレストにもソフトパッドが使用されており、ブラウンの素材が差し色となっています。各パーツにメッキ化色などは加えられていませんでしたが、ランクルの雰囲気にマッチしており、質感の低さなどは感じられませんでした。運転席周辺はこのようになっており、ステアリングデザインはこのようになっています。トヨタエンブレムが配されたものとなっており、各種スイッチ類も大きく操作性が考慮されたデザインのものとなっています。
快適装備としてステアリングヒーターが ZX、VX に標準装備されており、GX には装備不可となっています。また ZX グレードのみパドルシフトが装備されていますが、ファーストエディションでは VX グレードにも特別装備されます。メーターデザインはこのようになっており、ZX グレードには 12.3 インチのフル液晶メーターが標準装備となっており、多彩な情報表示が可能となっています。VX、GX グレードの場合は7インチの液晶メーターが標準装備となっており、VX グレードのディーゼル仕様のみオプションで、12.3 インチへ変更可能となっているため注意です。ガソリン仕様は変更できないのは残念であり、ファーストエディションでも変更不可となっています。加えて情報表示関連装備として、ヘッドアップディスプレイが設定されており、より多くの情報を目線をそらさずに取得可能となっていますが、こちらは ZX グレードのみ装備可能となっているため注意です。安全装備に関しても先代から大幅な進化を遂げており、右左折時にも対応したプリクラッシュセーフティや、全車速に対応して一定車速、車間を持って走行するレーントレーシングアシストの機能などのトヨタセーフティセンスの機能が全グレードで標準装備となっています。また、さらなる運転支援として車両周囲をカメラにて確認可能なパノラミックビューモニターの機能や、渋滞時に手放し運転が可能となるアドバンスドドライブの機能も用意されています。注意点として GX グレードではパノラミックビューモニター使用時に床下透過表示が不可であることと、アドバンスドドライブに関しては ZX グレードに標準装備、VX グレードにのみオプションとなっています。VX ファーストエディションではアドバンスドドライブは標準装備となっています。オフロードなどのアウトドア体験をする場合、必然的に長距離運転を実施する機会が多くなるかと思いますので、運転支援機能が充実している点は嬉しいポイントですね。ナビ画面はこのようになっており、12.3 インチの横長の画面となっており、大画面ではありますが、視界の妨げにならないよう配慮されていることがよくわかります。この 12.3 インチナビは VX グレードにも装備されており、GX グレードはこちらの8インチナビとなっているため注意です。また、こちらの画面に車両周囲の様子をオフロード走行時、4つのカメラを用いて表示するマルチテレインモニターの機能が ZX グレードのみ標準装備されています。ハードなオフロード走行を想定されている方には必須装備かと思います。その下にはエアコン関連のスイッチが物理ボタンとして配置されており、操作性も考慮されていることがよくわかります。その下には USB ポートが配置されており、その横には運転モード選択スイッチ、マルチテレイン選択スイッチ、クロールコントロール選択スイッチなどが配置されており、様々な路面状況に応じた運転モードが選択できるとともに、前輪後輪のトルク配分を適切にコントロールすることで走破性を高めるランクルの真骨頂の操作系が集約されています。その横には大柄なシフトノブが配置されており、握り心地が良く、その感触から力強さも感じさせてくれるものとなっています。その横には置くだけ充電スペースとペットボトルホルダーが縦に2つ配置されています。置くだけ充電に関しては ZX グレードに標準装備、VX ディーゼルのみオプション装着可能となっています。アームレストにもソフトパッドが使用されており、収納スペースとしても非常に広々としたものとなっています。シート形状はこのようになっており、肩幅まで支える立体的な形状となっており、腰回りのサポート性も高いため、オフロード走行時も考慮し、体をしっかりとホールドしてくれる形状のシートとなっています。素材に関しては ZX、VX グレードが本革、GX グレードがファブリックとなっている点が注意であり、快適装備として ZX、VX グレードにはシートヒーター、シートベンチレーションが装備されており、GX グレードには装備不可となっています。内装周りのファーストエディション特別装備としては、インストルメントパネル周りの過色がメッキ過色になっている点と、ドアトリムにファーストエディションのロゴが印字、本革シート表皮のパターンが特別なものとなっています。続いて後席周りになります。後席ドア内張りはこのようになっており、前席同様、大部分がソフトパッドで覆われており、質感が担保されていました。
後席足元スペースはこのようになっており、ギリギリ足が組めない程度のスペースであったため、快適性に問題はないかと思います。ただ、4WD 仕様であるため、センタートンネルの張り出しが大きく、2列目シートに3人掛けは少し厳しそうな印象です。前席アームレスト後ろには後席独立式のエアコン操作スイッチが配されていますが、こちらは ZX、VX のみ装備されていることに加えて、2列目のシートヒーターは ZX のみ装備可能であるため注意です。アームレストにはペットホルダーが備え付けられたものが装備されています。後席シート形状はこのようになっており、本側が使用された非常に質感の高いシートではありましたが、前席のような立体感はなく、後席に人を乗せた状態でのオフロードの走行はあまり実施すべきではないかもしれません。3列目シート形状はこのようになっており、こちらは2列目と比較してよりフラットな形状となっています。この展示車両では3列目シートに座れませんでしたが、兄貴分であるランクル300の3列目シートの足元スペースがご覧の通りであり、ゆったりと座れるという印象ではないため、250でも同等と考えられ、あくまでも緊急時に用いるという側面が強いかと思います。その他、後席快適装備としてムーンルーフの装着が挙げられ、こちらは ZX、VX に標準装備、GX には装備不可となっています。ランクル250の見積もりシミュレーションを行ってみました。私は今回のランクルのビジュアルでは丸めの方が好みであり、限定車は手に入らないかなという考えから、丸めを選択できる VX グレードのディーゼルを選択、ボディカラーはホワイトとしました。今回の250は上級グレードである ZX と外観に関する質感はほぼ変わらないため、内装周りのオプションを中心に選択し、12.3 インチのフル液晶メータが欲しいため、ナビオプションを選択しました。ご覧のオプションを選択し、総額約720万円となっています。かなりの高額車両となっていることに驚きであり、先代からの乗り換え検討している方には衝撃かと思います。ただ、ランクルは総じてリセールバリューが高いため、思ったほどの出費にはならない可能性も高いため、悩ましいところですね。購入検討中の方の参考となれば幸いです。まとめです。外観に関しては原点回帰のコンセプトにのっとり、これまでのランクルシリーズとのつながりを強く感じるシルエットとなっているとともに、機能性に裏打ちされた各パーツの造形が非常にかっこいいです。内装に関しては外観と異なり、現代風にアップデートされており、大型のナビ画面の採用や、フル液晶モニターの採用によって、日常使いだけでなく、オフロード使用時などのサポート性能も格段に上がっている印象です。気になったのはグレード間の装備の充実ぶりであり、特に同じ VX グレードでありながらガソリン仕様には選択できない装備が多々あったのが気になるところであり、少しガソリン仕様の冷遇さが気になりました。また、丸めデザインは非常に人気かと思いますが ZX はファーストエディションでしか丸めを選択できないなど、限定商法が少し露骨な気もします。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。また、ブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。